皆さん、こんにちは。愛純です。今回は京都市の北部に位置する鞍馬寺に行ってきました。鞍馬山の山頂にある鞍馬寺は、鞍馬仏教の総本山の寺院で、770年、鑑真和尚の優れた弟子であった元朝上人が毘沙門天を祀ったのが始まりと言われています。鞍馬山は歴史上名高い源義経が牛若丸として幼少期を過ごし、修行をした場所としても有名で、天狗が住むと言い伝えられるパワースポットの霊山です。源氏物語や与謝野晶子にゆかりのある地としても知られています。この長い階段の先に朱色が映える立派な門が見えてきます。これが境内の入り口となる仁王門で、山全体が神聖なパワースポットと言われる鞍馬山に入ります。仁王門前には狛犬ではなく阿吽の虎が左右に配置されています。おー、よく来たなぁとおっしゃってくれました。仁王門を入るとまた階段があります。途中、可愛らしいお地蔵さんがいらっしゃいましたよ。子供はみんな仏の子。子供は天からの預かり物。子供は親の心を映す鏡。なんかこの言葉が胸に染みました。階段を登ったら右手にケーブルカーの駅があります。ケーブルカーを使わずに歩いていろいろなスポットを巡りながら行くコースもありますが、高齢の母もいたし、今回は鞍馬寺から貴船神社まで山越えしていくハイキングコースを行こうと思っていたので、その先の体力のことを考えてケーブルカーに乗りました。こちらの三門駅から三条近くの多宝塔駅まではケーブルカーで約2分。日本一短い鉄道路線だそうです。もちろん私たち人間も大自然の中の一員であり、さまざまな生き物たちと共に大きな力によって生かされているわけです。そのことにぜひ気づきたいと思います。そしてこの全てのものを平等に生かしてくださっている大きな力、宇宙エネルギーであり宇宙生命である大きな力こそが鞍馬寺のご本尊であり、尊賢と申し上げて尊崇するのです。ケーブルカーを降りたらすぐに多宝塔が見えてきます。もともと本殿の東隣にあったのが江戸時代に消失して今の場所に移されたそうです。この中には尊天三尊像が祀られています。鞍馬寺のご本尊はすべての生命を存在させる宇宙エネルギーそのものである尊天で、尊天とは毘沙門天皇、千手観世音菩薩、五宝魔王尊の三位一体の本尊であり、その尊天が秘仏ご本尊となって本堂に祀られています。参道の途中に弥勒堂がありました。弥勒菩薩様が祀られています。本殿まであともう少し歩きますが、ここはさらに神聖な空気が漂っていて、ただ歩いているだけで心が浄化される気がします。きっと本殿に着くまでに俗世の汚れを落として心を清らかにして本殿にお参りしなさいということなんでしょうね。辰巳の弁財天社がありました。福徳、知恵、財宝、義兄を授ける神様として信仰されています。ここには水金窟があって、耳を澄ますと本当に綺麗な音色が聞こえてきます。またここでも心が浄化された気がしました。手水社にも大きな龍神様がいらっしゃいましたよ。
そしていよいよ鞍馬寺本殿金堂に到着しました。手前で今人が立っているところが鞍馬寺のパワースポットの一つである金剛床です。宇宙エネルギーである尊天の波動が広がる星曼荼羅を模したもので、宇宙を感じ、体の中の宇宙と宇宙そのものである尊天が一体化することを感じる修行の場でもあるとのことです。中心の三角形付近に立って天に向かって両手を広げ、ここから力が広がっていくイメージで宇宙のエネルギーを感じてきました。そのエネルギーはなんかあったかくて体がふっと軽くなる感じがしました。本殿金堂の両サイドにいらっしゃる阿吽の虎さんにもご挨拶できました。仁王門前にいらっしゃったのとまた雰囲気が違って強くたけだけしくて、でもなんかあったかくて包容力のあるエネルギーを感じました。この場所を強く優しくお守りされているんでしょうね。なんで狛犬ではなく虎なのかというと、虎は毘沙門天のお使いである神獣と言われ、毘沙門天が出現したのが虎の月、虎の日、虎の国であったことから、鞍馬山では特に大切にされているとのことでした。また、あは口を開いた形で物事の始まりを表し、は口を閉じた形で物事の終わりを意味しており、あで万物すべてを表されているそうです。本殿金堂の前に将軍台という岩倉があります。平安京の守護のため本尊が降臨した場所と言われています。元は本堂の裏手より出土した京塚の二石だそうです。鞍馬山の高台で眺めがいいですね。ここから比叡山を望むことができます。本殿金堂を参拝して左に光明神殿があります。光明神殿は天狗姿の五宝魔王像が祀られています。そしてここからいよいよ奥の院へ向かう参道へ入っていきます。こちらは霊宝殿です。鞍馬山の豊かな自然と貴重な文化財を展示したミュージアムです。ここ奥の院参道は先ほどの霊宝殿の先から牛若丸が天狗に剣術を習ったという伝説の場所、宗城ヶ谷を経て魔王殿に至る約 1.5 キロの山道です。この道は貴船神社へと通じています。1.5 キロといっても高低差が大きいハイキングコースなので、歩いて約1時間ほどかかります。私たちは頑張って山越えをし、貴船神社に向かいたいと思います。高齢の母とこの日ちょっと体調が優れなかった息子くんは北道を戻り、ケーブルカーで下まで降りて、叡山電車経由で貴船神社の方に来てもらい、貴船神社で待ち合わせることにしました。こちらは義経公息継ぎの水です。牛若丸が天狗に兵法を習うために深夜一人で奥の院道を急ぎ、途中で息継ぎのために湧き水を飲んだとされています。枯れてます。これ。凍ってんやない。ほら、ポトンって。どこだ？違うとこから。ここ。つららができてる。あ、そっち。こちらは屏風坂の地蔵堂です。こちらは背比べ石です。牛若丸が16歳の時、奥州平泉の藤原秀衡のもとに下る際に名残を惜しんで背比べをしたと伝わる石です。木の根道です。この辺り一帯の砂岩が灼熱のマグマの貫入によって硬化したために根が地中に潜れず
地表を這うようにして伸びたようです。ここでも牛若丸が修行したと伝えられています。この日は木の根に雪がうっすら積もってさらに幻想的でした。瞑想道場です。五宝魔王尊のエネルギーの高い場所として知られています。大杉権現社です。2018年の台風によって社殿や残っていた大杉も倒れてしまったようです。そしてここは昔、霊気の臼井先生がアトランティスの宇宙エネルギーを授かった地でもあるそうで、それをきっかけに全世界に臼井先生の霊気が広まったとのことです。そしてこの辺りが奥の院参道の上りのピークなので、ここからは下り坂が続きます。崇城型に不動堂が見えてきました。崇城型に不動堂は、伝教大師最澄が刻んだと伝えられる不動明王が安置されているお堂です。謡曲の鞍馬天狗の舞台として知られ、牛若丸と鞍馬天狗が出会った場所でもあり、剣術を習ったという伝説の場所として伝えられています。不動堂の隣に義経堂があります。義経堂は謝名王尊を祀るお堂です。奥州平泉で最後を遂げた源義経の魂は、幼少時代を過ごした鞍馬山へ戻り、安らかに静まっていると伝えられ、謝名王尊として五宝魔王尊の覇者検証の働きを助けているのだそうです。覇者検証とは仏教用語で、邪道や挫折を打ち破って正しい道理を明らかにすることという意味だそうです。不動堂と義経堂があるこの辺りは崇城ヶ谷と呼ばれ、牛若丸が7歳から10年間過ごした東工房から崇城ヶ谷まで毎晩剣術の修行に通った場所だそうで、大きな杉がたくさんそびえ立ち、身が引き締まるような厳かな気が満ちていて、この鞍馬山が持つ修練の地という雰囲気をひしひしと感じました。この2本の杉の間に立ってみたくなりました。立ってみるとなんか背中からものすごいエネルギーの流れを感じました。鞍馬山は古くから修験道の聖地で、多くの修行者が訪れる霊山として知られており、山全体がスピリチュアルなエネルギーで満ち溢れています。なので、訪れる人の中には怖いとかやばいとか感じることもあるようですが、これは単に物理的な怖さだけではなく、スピリチュアルなエネルギーに満ちた神秘的なこの空気がその要因ではないかなと思いました。あとは、鞍馬山は古くから天狗が住む場所として伝説が残っており、この天狗は鞍馬山の守護者でもあるといいます。その強大な霊力が山全体に影響を及ぼし、邪心がある人などは怖いと感じることがあるのかもしれません。私も実際に山の中を歩いて感じたことは、厳しいけれど温かいエネルギー、時間の流れが天狗のように素早いんだけれども、焦らずとも良いと言われているような包容力のあるエネルギーを感じました。怖いとかはないんだけど、いい意味でやばい強大なエネルギーに包まれて、心が浄化されるとともに身が引き締まるような感じがしました。そしていよいよ一番行きたかった奥の院魔王殿に到着です。なんとそこで野生の鹿に遭遇しました。神社仏閣で虫や動物に遭遇するのは神様仏様に歓迎されているサインで、とても喜ばしいことだと言われています。その動物ごとにスピリチュアルな意味がいろいろあるのですが、鹿は古くから神様の使いと呼ばれていて、
見た人に幸運をもたらす存在です。特に金運、勝負運、水難に関するご加護をいただけるとのことです。また鹿にはバランスを取るというスピリチュアルな意味があります。鹿を見たときは自分を取り巻く環境や出来事のバランスを見直すタイミングでもあるということを知らせてくれています。もともと神社や仏閣にたくさんの鹿が住み着いていて、行けばいつでも見れるというところもありますが、こんな風に森の奥深くで普段は見ることのできない野生の動物に遭遇するということは、特にこちらの五宝魔王尊様からの強いメッセージだと受け取れるので、本当にありがたいことだなと幸せな気持ちになりました。たくさんの感謝を込めて参拝したいと思います。五宝魔王尊とは650万年前に人類の救済のために金星から地球に降り立ったというサナートクマラで、その体は通常の人間とは異なる元素からなり、その年齢は16歳のまま年を取ることのない永遠の存在であるといいます。なお、五宝魔王尊の化身が天狗とされています。真実を生きよ。真実は永遠の命。この言葉の真実とは魂のことではないかなと思いました。魂の道を生きなさい。そうすればあなたの魂は輝き永遠に受け継がれていくという意味なのかなと思いました。魂はこの肉体がなくなってもまた新しい何かに転生します。もちろん過去にもたくさんの転生を繰り返して今の自分があります。その魂の流れは一つなのです。私たちはこの地球に生まれ出た時に魂の使命を一度忘れるのだそうです。そしていつかのタイミングで思い出す人もいるし、思い出さないまま生涯を終える人もいます。でもいつかのタイミングで自分の魂の使命を思い出し、その使命を実行することができた時、その魂は成長して無限の愛と光を体現することができるといいます。そしてこれは魂の成長の最終目標の一つでもあります。今回この鞍馬山に来ることができて、また一つ新たな気づきをいただき、本当に良かったなと思いました。福岡から京都、そしてこの鞍馬山まで結構時間はかかりますが、たくさんの愛と宇宙エネルギーをいただくことができたので、本当に来て良かったです。川のせせらぎが聞こえてきて、この階段を降りると貴船神社に行くことができます。鞍馬寺エリアはここまでとなります。次回は貴船神社の参拝をご紹介したいと思います。ここでもまた神様からの大歓迎サインをいただき、神様の貴重な光を撮影することができましたので、気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。